高ジャファルコンズの千秋です。安藤です。今日は最近日本っていう国に対してネガティブキャンペーンをする人が目立ってるなっていう話をしていきたくて、SNS とかで日本を下げるような風潮が広がっとるなって感じるんやけど、実際海外移住する人がすごい増えとるらしくて、21年連続で増加しとるっていうニュースがあって、国外脱出とも言われとんのやけど、海外移住することを外務省の海外在留邦人数調査統計によると、2023年10月時点で海外永住者が57万4727人で21年連続増加しとるらしくて、結構多いなって思うな。57万って。外国と比べるとどうかっていうのはあると思うんやけど、中国人とかな、世界中にチャイナタウンがあるし、島国の日本で確かにな、島国ってことを考えると、多いと思うで57万よりだって。男女別で見ると、2023年時点では男性が21万人で、女性が35万人で、62% あたりを女性が占めると。女性の方が多いんや。女性の場合、結婚した相手の国とか、勤務先に行くからか。ことが多いからかなと推察できるけど。逆に男はその仕事とかで骨をうずめるみたいな感じなんか？そうやな。自主的に行くことが多いんじゃないかな。だから国際結婚とかでも、男性が日本人の場合は、外国人の女性が日本に来るっていうことの方が多いんかな。と思ったわ。流出先で見ると、アメリカが22万8000人で一番多くて、2番目がオーストラリアで6万人、3番目がイギリス2万8000人、アジアやと韓国が1万6000人で、台湾が約7000人で、中国が5000人。次フィリピン、シンガポールで続くんやけど。オーストラリアが結構高いのが意外やったけど。オーストラリアは世界中から人気らしいからな、移住先として。もともと多民族国家、移民国家やし、気候も安定しとっていいって聞くよね。この記事の内容によると、57万人っていうのは日本の総人口の 0.5% に相当すると。この 0.5% っていうのは結構無視できやん数字で、経から細かくはわからんねやけど、この57万人のうち、もし大半が労働力に値する年齢の人たちやったら、国としての労働力というか国力を下げ取ることになるから、結構致命的やな。もしくは子育て世代やったら少子化を促進する可能性もあると。なんで移住を選択したかっていうことも書かれとって、若者が結構増えとるらしいんやけど、その中には日本の少子高齢化とか、労働力の空洞化とか、増え続ける税負担とか、同調圧力、教育環境が良くないとか、そういう理由で海外移住する人が増えとるらしい。メディアとかそういう風潮もあって、一概に個人の意見っていうよりは周りに流されていくっていうのもあると思うわ。確かにな。ネガティブなことばっかり言うメディア多いからな、最近。いや、ほんと多いよな。危機感を持たした方が、あれ数字になるんかな。メディアが本当にひどいわ。でも、それで行く国が韓国とかっていうのはどうなんかなと思うけどな。向こうも少子高齢化進んどるし。実際に国連が実施しとる世界幸福度ランキングを見ても、日本の順位が54位で、先進国の中では最低順位。最低なんや。それぐらい日本人っていうのはあんまり幸せに感じてないというか、愛国心が低いというか、最近の不景気のせいもあるけどさ、SNS 見とると政治批判とかさ、もう終わってるよこの国みたいなこと書かれとったりするやんな。書かれとんな。芸能人とかでもさ、海外移住する人が多いやん。インフルエンサーとか、渡辺直美とか、中田敦彦とかさ、そういうのの影響もあるんかなと思うんやけど、海外への憧れみたいなのもあるんやろうけどな。でもそれは海外を知らんからこそ、自分の目で確かめていくっていうのは気持ちはわからんでもないんよね。ただ行って実際にそこで日本がどれだけ現地と比較していいことも悪いこともあると思うから、それを持ってどう考えるかじゃないかな。俺がよく X とかで見るのは、日本の平均年収とアメリカとかの平均年収を比較して、日本は平均年収が400万ぐらいやけど、向こうは1000万超えとるとか、だからもうこの国は終わってるみたいな、年収を比較してさ、日本を下げる発信をよく見るんやけど、発信しとる側はさ、日本のネガティブなことを言った方がさ、インプレッションが稼げるから、確かにな。自分のやってるビジネスのマーケティングとかの意味合いがあるんやろうけど、それに同調する若者とかも多くて、あれはな、俺は間違っとると思うわ。年収だけを見てさ、日本は良くない国みたいなさ、思い込んどる人があまりにも多いよ。フィンランドとかの福祉制度とかと日本比べて、フィンランドはこう、日本はこうっていう、また日本下げ。フィンランドが福祉国家って言われるぐらい、
多分世界でも一番ぐらい手厚い国やと思うけど、それはフィンランドを上げるのはいいけど、わざわざ日本を下げることないよな。フィンランドの、社会保障が手厚いのは、そんだけ税金も高いし、あと人口も少ないからね、向こうは。全然日本より。例えばその、フィンランドのさ、税金がさ、消費税で 20% 超えとるんやな、確か。全然超えとるやろ。もちろん他にも住民税とかさ、所得税とかもさ、全然日本よりも高いから。それは、福祉がさ、充実するのは当たり前なの。税がその分還元されるから。ただ、ツイッターとか、X とかで、片面しか見てない人は、そういう仕組みもわからずに、ただ数字として、フィンランドはこう、日本はこうっていうしか見てない。ろくに調べもせずにさ、ツイートの短い文章だけを見てさ、判断してるような、なんか日本は良くないっていう、外国に行けばもっと幸せに生きれるみたいな、豊かになれるみたいなことを言ってるけど。日本もそうやけどさ、上を乱したらキリないしさ、で、下乱してもキリない。平均年収が高い国に仮に行ったところでさ、その分物価が高いっていうのもあるしさ、アメリカなんて格差すごいからな。その上はすごいけど、下もすごいからな。ホームレスなんか日本の比じゃないくらい多いからな、アメリカ。だから貧困層は毎日ピザしか食えやんくて、もう肥満とかも糖尿病とか社会問題になってるからな。日本良くないみたいな言う人は、一回外国とかに、ちょっと住んでみたら多分現実わかると思うけど、日本はな、ヨーロッパとかのどの国よりも人口多くて、経済規模もでかいし、超大国やっていうことをもっと自覚した方がいいと思うな。確かにな。マスコミとか世間の風潮で、ただ日本を叩いて取るだけの記事に賛同して何も考えずに、ちょっとでも嫌なことがあったら国のせいにしたりするのはおかしいよな。もう口癖のように言ってるからな。なんか東南アジアとかなんて全然インフラ整ってないからな。電車も全然日本みたいに隅々まで通ってないし、高速道路もちょっとしかないしさ、道ガタガタやし、そこら辺にゴミ落ちとるしな。俺らが欧米に憧れを持つように、東南アジアの国は日本に対して憧れっていうかさ、そういう目で見るからさ、国ガチャ外れとか言う人もおるよな、日本。おるおる。本当に何を思ってそんなこと言っとんのやろなって思うわ。そいつにとっての当たりはどこなんやって話やな。日本が外れやったら当たりの国ってほんま片手で数えれるぐらいしかないやろ。他国のさ、そのいい面しか見てないからさ、そんなことが言えるんやって。こういう話題を取り上げるとちょっと右翼っぽいけどな、俺らも。日本に対してもちろん不満もあるし、思うことはあるけど。でも、外を見ると全然日本いい方やなと思うわ。毎日さ、日本のさ、ネガティブなことばっかり言ってさ、生活してもさ、苦しいだけやしさ。多分そういう日本イコール良くないって思ってる人は外国にあんまり出たことがないんやと思うんよな。日本人のさ、パスポート所有率って 17% とかしかないらしいんやけど。そうなんや。全然外国に出たことがない人が多くて、そんだけ日本がいい国っていうのもあるんやろうけど。日本で完結できてしまうからな。出たことがないからこそ胃の中の蛙じゃないけど、自分らの国の不満ばっかりが出てくるんやろうな。最初に取り上げた記事の中で日本の同調圧力が嫌やってさ、言ってる若者が多いって内容があったんやけど、同調圧力もさ、要は個人の問題やん。自分がそれに逆らって生きるって決めれば別に逆らえるし、そもそも同調圧力って悪いことばっかじゃないからな。みんながさ、同調圧力をかけることで治安が保たれるっていういい側面もあるから。確かに。みんながなんかゴミを路上に捨てるのは悪いことだよねっていう同調圧力をかけるから道が綺麗なわけよな。確かに。海外の無法地帯のところはほんまにカオスやからな。そうやね。外はイコールゴミ箱みたいなさ、感じで。ゴミ箱がすぐそこにあんのに、道にゴミ捨てるからな。ゴミを捨てて、その清掃員のための仕事を与えとるみたいな考え方やからな。汚すことで清掃員が働けるやろっていう。安藤さんタイ行ったことあるやんか。俺もタイとかさ、フィリピンとかベトナムとかさ、行ったことあるんやけどさ、なんかその辺の国に比べると、日本ってさ、すごい綺麗やん。なんでもかんでも。いや、綺麗。俺もタイとシンガポールも東南アジアやったら行ったことあんねんけど、匂いがやっぱ違うよな。てか日本が匂いしなさすぎるのもあるけど、そこが一番大きく感じるわ。田舎の人からするとさ、東京とか大阪って空気が悪いって言うけど、タイのバンコクとか、フィリピンのマニラとかもそうやけど、そういう国行くとマジで臭いから、東京とか全然空気綺麗やなと思うわ。そこで住んどる人らからすれば、全然気にならんと思うんやけど、日本に住んどって、何も匂いせんっていうのがノーマルって考えとったら、海外行った時に匂いが全然違うっていうのがわかると思う。走っとる車の排気ガスとかなんやと思うけどな。昔の車知ったりしとるから、バイクとか。排気ガスがすごかったり。ゴミが多いってのもあるけど。あと、日本人はみんな手洗うから、街の公共施設綺麗やし、小じがおらんしな。日本ってほとんど。外国って小じだらけやんな。すぐ金をせびってくる
し。想像以上に多いからな。で、ぼったくりもないやろ。日本はな。うん。それってそんだけさ、日本が豊かやからやん。タイとかさ、行くと外国人からぼったくろうとするさ、詐欺がめっちゃ多いやんか。普通にスリとかもあるし。それって自分らが貧しくて外国人イコール金持っとるって思っとるからそういう犯罪が行われるん。でも日本人ってさ、別に外国人からぼったくろうってせんやんな。そうやな。普通に日本人狙うな。東南アジアとかさ、そっちの国の人ら見てさ、自分らより金持っとるっていう思わんからそうなるんよ。そうやな。言われてみれば。自分らが豊かやからな。貧しい人が少ないから犯罪が少ない。政治だってな、投票率が低いのはな、そんだけ国が豊かやからっていうことや。政治に興味がない。もっと発展途上国とかでさ、政治が不安定な国って投票率上がるんよな。みんながやばいってなるから。まあ今すごい、岸田さんがすげえ叩かれとるけど、実際に岸田さんどういうところが悪くて叩いとるかって本質的に理解できてる人は少ないと思うよね。マスコミとかメディアの扇動で悪いイメージ、レッテルを貼られて、自分自身が別にその岸田さんのアンチでもないし、好きでもない。今の自民党の政策で実害被っとるっていう人は少ないよな。そうそう。ただ、意見が叩いとるから、マスコミが言っとるからの一点で、もう岸田ダメだ、早くやめろっていう若者が、まあ俺も含めてかもしれんけど、多いってのは事実。自民党が政権握っとる以上この国はあかんみたいなさ。そうそうそう。いう人もおるよな。じゃあ今の自民党政権でどういうところが良くないかって具体的に説明できる人少ないよな、絶対。何をしたかってとか説明できる人って全然おらんと思うな。なのに、非難が出てくるっていうのがおかしいよな。日本下げる風潮の良くないところや。メディアとか SNS の日本下げツイートとかに惑わされて同調してな、日本イコール良くない国だみたいな言う人多いよな。今こそ今一度立ち返って日本の良さをもっと理解して幸福度は上げていきたいなと思うわ。確かに。この話しとってさ、思い出したんやけどさ、昔さ、保育園落ちた日本死ねっていう流行らんだ。あったな。うん。保育園落ちて待機児童でさせるやん、日本が悪いみたいな。多分10年ぐらい前かなの話なんやけど、そういう責任転換を大まかに日本っていう国に焦点当てることで、そういう共感を呼びやすい、そういう風潮が大きくなって、ヘイトをどこに向けるかっていうのになっとるんやろな。日本死ねってな、自分の住んどる場所が悪いとか、実際保育園に入れとる家の方が多いわけやろ、そんな。一個人の感情をさ、日本死ねまでよく言えたな。仮にも一時の親が子供を持つ親としてちょっと怖い。素晴らしい国に生まれたなって思ってた方が幸せだと思うけどな。年を取れば取るほど日本ってすごいいい国だったよなって思うようになってくるわ。海外旅行するとその度に日本ってすげえなって思うもんな。いや、日本に生まれた時点で結構勝ち組やと思うけどな、俺。日本をワコンって言っとるのが、ある特定の世代とかじゃなくても全世代で言っとる共通の合言葉みたいな感じで使われとんのが嫌やわ。最近流行っとるよな。日本オワコンみたいな。日本ワコン。ほんとよく聞く。日本ってほんといろいろすごい国やから、経済規模とか人口とかもとにかく、もう島国っていうのと立地でもすごいいい場所にあるから、アメリカの犬でありながら、なんかロシアと中国と北朝鮮に挟まれながらも、その辺とも仲良くやっとるやん。うまいこと。うん、確かに確かに。これ結構すごいことだと思うけどな。外交が素晴らしいよなと思うわ。うまくやっとるよな。っていう、まあ日本はやっぱいい国だと思います。それは間違いないと思います。右翼みたいな話をしてきたけど、今日はこんな感じで最近日本に対するネガティブな意見が流行っとるよっていう話について話してみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。